こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、教会1軒しかない超過疎村にたどり着き、唯一の住民に挨拶したところまでです。やっぱりさっきの村人、村長だったのかしら。村の最長老ですから間違いないでしょう。そういえば、村で人参補充しようと思ってたのですが、あまりの過疎村ぶりに忘れてました。うっかりしてました。もし覚えてたとしてもちょっと過疎村すぎて、人参無断拝借は気が引けるわね。さてバイオーム表ですが、超相変わらずジャングル2種類とメサ6種類が残ってます。地図の方はここまで広がっていてメサはなく、40枚目が残り4分の1ほどです。ちなみにもう一息で、日本で第2位の湖である霞ヶ浦の面積を超えます。さてでは頑張って続きを埋めていきます。鉄が露出してないか見ただけですよ。スニークして峡谷を覗き込もうとしたらラバから降りてしまいました。最近単独行動が長かったのでついうっかり。それにしてもラバでスニークできたらいいんですけどね。ラバがスニークしてる姿は想像できないわよ。さて、溶岩に恐る恐る近づいてますが、なんと豚が丸焼きピンチに陥ってます。天然の豚の焼肉ゲットのチャンスでもありますけど、溶岩ダイブで焼肉ロストのピンチでもあります。わけわからないこと言ってないで助けてあげたら？そうでした。ここは人道的支援の善行を積んでメサ運を高めないといけない場面です。なんで？まだ助けてないのに。溶岩の脇に道があったのか。何をやっているんだか。さて、少し進んだら海に阻まれたので船で準備しているところです。せっかくなのでこの船で時間を活用し、鉄の丸焼きを仕掛けておきましょうか。かまど作るとか久しぶりですね。初心に帰った気分です。初心といえば、早くバージョン 1.8 の新規プレイやりたいんですけど、もう1時間ゲームを進めたらメサが出るかもわからん状態なのでなかなか踏ん切りがつきません。あとメサが見つかりさえすればいい状態になってからどれだけ時間経ってるのよ。プレイ時間だとだいたい80時間です。リアルで6ヶ月弱ですね。海がちっちゃかったのでわずか3分ほどで戻ってきました。かまどが明るいので、まだ鉄の丸焼きは全部できてなさそうです。いつも捨てている船の残骸を有効活用しておきましょうか。ところで、新企画と並行して進める話なんですが、一つ問題があるんです。この企画と新企画とでは動かすバージョンが違うことになりますが、起動するときにうっかりがありそうで怖いんですよ。テリーにうっかりはつきものだものね。ランチャーがセーブデータごとに起動バージョンを固定できれば悩まないで済むんですけどね。さて、森尾会長に突き進んでいたところなんですが、久々にゾンビのうなり声を聞きました。近いですね。2匹？いや3匹以上いそうです。ラバに落ちた。ちらっと見えた。いやそんなことしてる場合じゃなくてこれスポーンの可能性高いですね。そして20秒ほど土を掘り返したら見つかりました。スポーンです。鉄や金の補充チャンスですが、何気にいいエンチャント本も最近は期待してます。どうも地上に出てからは、私は経験値レベル30に達するや否やで落下死する癖がついているので、エンチャント本に頼らざるを得ません。ベストポジションゲットで一方的に殴り放題です。なんか順調すぎるわね。何かとんでもないことが起こるか、宝箱が貸すかの2択のどちらがいい？宝箱からメサが見つかるのがいいです。よし、完璧な制圧作戦をミッションコンプリートです。加点ボーナスで宝箱には良いアイテムが入ってるはず。鉄の馬鎧が2つもあるわ。そりゃ鉄製品としてはレアものですけど、最近私は鉄を欲しがりすぎでしょうか。
さて、山岳バイオームを縦断しているところなんですが。こんなわかりにくいところにトンネルが。しかもこの山登りにくいので助かります。道がない。落とし穴じゃないと引っかからないのね。最近の私は一皮むけたようで落下してないですよ。この地図を埋め切ったら2枚連続落下なしです。というかまたラグっている。ラグ解消後のダッシュが怖いです。まあこんなのは壁沿いに進めばいいだけですよ。ちょっと怖いけどいけそう。どや。よし、いい感じです。山岳を抜けて屋根状の森を進んだ先には海が広がっていました。で、ちょっと降りる場所に困ってます。そして眼下には水深の浅そうな池が、行けそうです。シャレも危なげなさもつまらないわよ。海に出てから6分ほどで、北西の端に陸地を見つけました。ここがこの地図では終着ポイントです。次の位置調整用の地図はこの陸地から地図1枚分またいだ西にあります。そしてこの40枚目の地図も調査完了です。またメサに一歩近づきました。物は言いようね。またメサがなかった地図が1枚増えただけじゃない。そしてなんと、穴に落ちず地図を埋め切る偉業を2枚連続達成です。それより40枚もの地図を埋め切ったことの方を注目すべきじゃないの。さて、ラバの遠泳タイムですが、埋め立てほやほやの海上エリアを通過しただけなので、ラグは特に発生しませんでした。以前、すでに埋めたエリアを遠泳させた時にラグが頻発したことがありましたが、あれはゲームを中断してプレイ再開した時だったからのようです。つまり、ゲーム中に読み込まれたチャンク内を進めばラグが出ないということね。次の地図の作成ポイントに移動中に海にまた阻まれたのでまた遠泳させているところです。事前に船で往復してからラバを遠泳させているのですが、今度は時々ラグが発生してます。でも頻度は少ないです。ラグ発生したのは、事前往復したルートから微妙にずれたのが原因と思います。さて、地図作成ポイント目指してだいぶ進んでいるのですが、随分リアルな人の頭っぽいのがあります。土が髪の毛部分で雪が白髪っぽいです。首周りを先に作ったようね。完成が楽しみだわ。そこから少し進んだら樹氷表現が見えてきました。次の地図作成ポイントは樹氷の中のようですね。久々の樹氷ですが、ほんと不思議な感じです。まるであの雲が低い場所にあるかのような錯覚を覚えます。視力検査した方がいいわね。さてようやく位置調整用の地図の作成ポイントに到着。海が多くてラバの遠泳の旅に律儀に船で往復してたりしましたから、今回ここまでえらく時間かかりました。うわー雪は滑らないんですけど見えにくかったです。やっと落ちたわね。なかなか落ちないから心配しちゃったわよ。でも穴じゃなかったのでセーフです。さて、41枚目の地図の作成ポイントに移動中ですがまた海が、ラバの待機する場所の目印は海岸線です。そして作成ポイントに到着。この地図が完成したら、いよいよ冒険の時間地図41枚目に突入です。そろそろ霞ヶ浦越えた？もう少しです。さて、ラバと合流する前にいつものように海を埋めています。この辺りで霞ヶ浦の面積を超えました。あとは残るは琵琶湖だけね。琵琶湖はさすがに無理です。地図160枚分くらいですから。ところでさっきから海底に何か見えていたので気になっていたのですが、なんだろう。多分海の底にある洞窟を溶岩が照らしているんじゃないかと思うんですが。そんなに珍しいものじゃなさそうだけど。とりあえずこの企画内で見つけたのは初めてです。
多分夜だから見つけられたのだと思います。少し進んだら夜のチャンク表示抜けがありました。夜だと雰囲気があってちょっと怖いです。さてようやく海を埋め終わりラバの元に戻ってきたらリードが切れてます。せっかく自由になれるチャンスがあったのにラバは何をやってるのかしら。さて、夕日をバックにラバの遠泳をさせているところで今回はここまでです。今回も結局メサはありませんでした。徐々に長方形が近づいていますね。やばいです。地図作るための鉄を用意しておいて、今更何を言ってるの？あれはあくまで万一メサが見つからなかった時のための、念のためですよ。この状況やばいかも。ぐわー。ラバさんナイスよ。まあ、久々に砂漠とか氷原とか気温の違うバイオームが見つかったので、まあこの地図に期待してます。次回はこの地図を埋め切るあたりまでを予定してます。それではまたね。バイバイ。